どうも、インドアリーマン相良コーチです。今日なんですけれども、こちらですね、フロアタイルを購入しまして、こちらのね、今白い床が見えていると思うんですけれども、白い床をですね、このコンクリート調のフロアタイル敷き詰めていきたいと思います。この床をね、敷き詰める時に、例えば必要なものだったりとか、それからこの商品の特徴だったりとか、なんでクッションフロアじゃなくてこのフロアタイルを選んだのっていうところを説明して、そして最後にですね、実際に僕が作業工程を説明しながら敷き詰めていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。ということで早速いきましょう。では今回購入したのがこちらクリックエウカという商品なんですけれども、まずクッションフロアじゃなくてなんでフロアタイルを選んだのっていう話なんですが、選んだポイント3つあります。まず1つがですね、後々一部だけ差し替えることができるっていうところなんですよ。クッションフロアだと長いシートを買ってですね、横一面に敷き詰めたりとか長く敷いてそれで切ったりすると思うんですけれども、そうすると一部だけ張り替えるって言ってもなかなか難しいと思うんですよ。ただこのフロアタイルだとだいたい8枚で1畳分ぐらいなんですけれども、その中で例えば仮に汚れてしまったってなったらその1枚だけ差し替えればいいので、賃貸だったりとか結構ね、現状回復が求められる物件だったとしても現状回復がしやすいのと、あとは一部差し替えることができる。そして将来的にですね、また違う上に引っ越した時もまた使うことができるというところで、僕はフロアタイルを選んでます。あとはもう一つの理由としては設置が楽っていうことですね。比較的ずれにくくてですね、空気が入ったりもしないので DIY 初心者の僕にとってもですね、設置がしやすいかなと思ってフロアタイルを購入しました。でデメリットとしてはクッションフロアよりは価格が高くなってしまうことは多いですね。ただ結構ね、さっきも言った通り現状回復しやすかったりとか一部差し替えて使うことができるので、長く使うよっていう人にはランニングコストはね、結構比較的安く済んだりするんじゃないかなって思ったりもしてます。ではですね、今回購入したこのクリックエウカという商品なんですけれども、なぜこれを選んだかっていうところをご説明しようと思います。このクリックエウカ、実は板と板同士をはめ込むことができるんですよ。なので僕みたいに初心者でも優しい設計になってまして、はめ込むことでまずずれにくいですし、設置する難しさというのもない商品なんですね。それからこのクリックエウカなんですけれども、結構人気商品で将来的に一部だけ差し替えるってなった時に、例えばこのカラーだったりとかこの商品自体もう販売中止してしまったってなったら、同じカラーで揃えることできなくなっちゃうじゃないですか。なので比較的将来的にもね、販売しているであろう人気商品を選ぼうということで、こちらのクリックエウカを選びました。その他にもですね、接着剤が不要だったりとか、あとは実は床暖房でも OK なんですよ。そして撥水機能がね施されていたりとか、裏面のシートによって防音効果なんかもあったりします。かなり優れたこの商品なんですけれども、今回僕はですね、もうこのように11セット購入しました。こちらのフロアタイルを買う時ですね、個数っていうのが重要になってくると思うんですけれども、まず1セット8枚入ってます。だいたい8枚で1畳なんですけれども、僕の場合は床の面積を測ってですね、ちゃんと8枚のシートの面積も計算して、それで何セット必要かっていうのを計算して出したんですけれども、一応説明しておきますね。まずは配置したいフロアの面積をメジャーなどで測りますと。でその面積をですね、8枚セットの面積で割るわけですね。で今回このクリックエウカだと1つ 30.5 センチ ×61 センチなので、8つでですね 14,884 平方センチメートルになるわけですね。なので設置したいフロアの面積をこれで割ると何セット必要かというのが分かりますね。でこちら結構ギリギリのセット数を買ってしまうと、途中でねカットしたりして枚数足りなくなっちゃったりすると思うので、1セット余分に買っておくというのは正直おすすめではあるんですけれども、どのぐらいゆとりがあるかによってもちょっと違ってきたりとかすると思うので、そちらはですね、一旦買ってみないと分かんないかもしれないですけど、余分に買っておくのは正直おすすめします。僕はですね、10.4 個分必要ですよみたいな計算になったので、11個買えば事足りるかなと思って11個購入してます。だいたい1セットで1畳分ぐらいなんですね。なので6畳の場合は6セット以上必要で、7セット買うのをおすすめしますけれども、だいたい3万3000円から3万8000円ぐらいで、こちらはフロアタイル敷き詰めることができるかなという計算になります。では今回作業するにあたって準備したものをご紹介しようと思います。まず右から持ち手付きの定規とカッター、それから後ろにあるのがカッターマットなんですが、これはフロアタイルを切断するときに使います。カッターで切り目を入れることで簡単にフロアタイルを折ることができます。続いてゴムハンマーと当て布ですが、フロアタイルをきちんと連結させるために使います。続いて90度に曲がった定規差し金はフロアタイルをカットする線を引くときに使います。
最後に一番左はノコギリなんですが、これは細かく形を調整しなければいけない時にフロアタイルを形に合わせて切断するために使います。じゃあということでですね、実際に作業に移っていきたいんですけど、まずですねこの家具たちをどっかにね移動させないといけないわけですね。でこのソファーだったりとか、例えば机だったりとかね、今ちょっと棚にあったものを全部載せちゃってるんですごい汚くて恥ずかしいんですけど、もう動かせないものに関してはもう寄せちゃって、で作業が終わったらその上に乗せて置いておくっていうのがいいかなと思います。じゃあちょっと片付けていきますね。では実際にフロアタイルを敷き詰めていくんですが、まず大切なのが部屋の左端から右側に向かって敷き詰めていくことです。右側に接合部分が出ているので、右側からフロアタイルを結合してどんどん敷き詰めていきます。少し浮いてしまった部分はこのようにゴムハンマーで叩いてしっかりと結合させます。しっかり結合できているように見えても、このように一部ですね浮いてしまうことがあるので、ここはもう一度やり直します。あとはどんどん部屋の右側に向かって敷き詰める作業を繰り返していきます。部屋の右端に到達しますと、フロアタイル1枚分よりも小さい幅で埋める必要があるんですね。この場合はフロアタイルをカットする必要が出てきます。しっかり必要なサイズを測って、フロアタイルの左端から必要なサイズをマークします。この時右端から測ってしまうと結合部分がなくなってしまうので、左端から測るように注意してください。しっかり線を引いたら、その上からカッターを2度ほど通していきます。この時結構力を入れてカッターを切り込みを入れないといけないので、ここは床を傷つけないように注意してください。切り込みを入れたところを中心にして裏面が山になるようにこのようにパキッと折ってしまいます。この時あんまり力はいらないんですけれども、膝とかを使うとさらに楽にカットできますのでおすすめです。そして裏面のパッドだけ残っているので、ここはカッターで切り取ってしまいます。そしてサイズを調整したフロアタイルをこのように右端に敷き詰めていきます。この時カットする長さが短くなってしまうと、右端に 1mm ぐらいの隙間ができてしまったりするので、 1mm ぐらい気持ち長めにカットするのがおすすめです。そして力強く押さえつけると、このように結構綺麗に収まります。それでは2列目を敷き詰めていくんですが、ここで綺麗に貼るためにポイントがあります。今何もカットしていない状態で2列目を敷き始めているんですけれども、これ実は綺麗に敷くためには NG なんです。一見綺麗に敷き詰められているように見えますけれども、このように少しずつずれていってしまうんですね。なのでこの先敷き詰めていくとちょっとずつずれていってしまって、タイルの境界線が気づいたら1センチぐらいずれていたなんてこともよくあります。そんなずれを解消するために、まず右端でカットした残りの部分を先に敷き詰めるのがおすすめです。余った短いタイルを先に敷き詰めて、そして次にはカットしていないフロアタイルを敷き詰めていきます。そうすることによって、あたかも最初からこういうデザインですよみたいな雰囲気で敷き詰めることができます。途中まで敷き詰めたら、大型家具はその上に乗せてしまって作業を続けます。フロアタイルを敷き詰めるときに一番難しいのが、こういった特殊な形の出っ張りだったりとか、形を変形させなければいけないスペースに敷き詰めるときなんですね。この場合はフロアタイルに線を引いてぴったりはまる形にカットしなければいけません。今回ですと斜線を引いた部分が不要な部分になるんですが、こちらはカッターだけでは処理できないので、こちらの部分をノコギリでカットする必要があります。このようにパキッと折る必要があるところまでノコギリで切り込みを入れていきます。そして形を合わせたフロアタイルをこのように敷き詰めていきます。なかなかぴったりはまらない場合もありますが、私は足で踏んで強引に押し込みました。そして最後の1列を迎えると結構面倒な工程が続きます。最後の1列は本当にぴったりうまくいった人以外は、このようにサイズの調整が必要になる場合がありますので、横一直線にカットして全てサイズを調整する必要があります。そしてサイズに合わせて横一直線カットしたフロアタイルをこのように最後は1列ずっとはめていきます。これの繰り返しで完成です。このようにようやくフロア一面タイルを敷き詰めることができました。電気を消すとこのような雰囲気になりまして、結構モダンな雰囲気が溢れていて、なかなか理想のリビングになったかなと思います。少し家具を戻してみたんですが、このような雰囲気になりました。黒が映えるような床ですね。左下でアンカーのユーフィーがノコギリで切った時に出たゴミを掃除してくれてます。そしてデスクの上はまだ汚いですけれども、こちらもやはりグレーの床と黒のコントラストが映えてますね。
完成した床を見てみるんですけれども、このようにですね、少しやっぱり出っ張りがある部分は出てしまったかなと思います。例えば椅子を引いた時に少し引っかかってしまったりとか、そうした部分も少し出てきました。出っ張りができてしまった原因なんですけれども、やはり少しずつずれてしまったのが原因なんですね。そのずれの原因なんですが、1列目を引くときにこのように少し出っ張りがあってずれてしまう部分があった場合、ちょっとずつ敷いていくにつれてずれてしまう原因となってしまいます。なので最初に引くときには部屋の両面を見渡して、できる限り出っ張りが少ないような面から貼っていくのをおすすめします。そして一番苦戦したのがここです。見てください。この汚い角ですね。ちょっと実は出っ張ってまして、直角に切っただけでは入らなかったんですよね。なのでこのように無理やり押し込んだ結果、こんな汚い結末を迎えました。はい、というわけでフロアタイルがね敷き詰め終わったわけなんですけれども、結構時間かかっちゃいまして、5時間ぐらい作業してましたかね。普段ですね、もう運動全くしてない僕なんで、もう本当に立ったり座ったりですね、腰を曲げたりするのが本当に疲れました。 DIY 手慣れてる方だったらもうちょっと早くできるかもしれませんけれども、初めてフロアタイル敷くよっていう方はもしかしたら僕と同じで5時間ぐらいかかっちゃうかもしれません。で、印象どうですかね。普段は白い床なんですけれども、これになったことで結構すっきりした印象になったんじゃないかなと思います。僕もまあ結構満足してますね。で、フロアタイル敷いてみた感想としては、この柄はね特に気に入ってるんですけれども、ちょっとね足が引っかかったりとか、例えば椅子をね引いたりすると引っかかったりするので、そこはちょっと気になるかなと思いました。で、クッションフロアだったらそういう引っかかりとかはないかと思うので、わりかしその点クッションフロアも魅力的かなと思いました。今回は現状回復のしやすさとか維持費とかを考えてフロアタイルにしたわけなんですけれども、もしね長く住むよっていう家が決まってる場合はクッションフロアでもいいかもしれないですね。あとは僕を追い詰めた角のね、パーツですよね。謎のパーツはクッションフロアの方が多分カットしやすいんだろうなって思いました。これはねフロアタイル結構硬いので、それは切るのは大変だったなと思いました。ただ撥水加工だったりとか床暖 OK だったりとか長く使えるとかのメリットを考えると、僕はフロアタイルで良かったかなとは思います。今日の動画参考になった方はぜひですね、このフロアタイル概要欄に貼ってますので、あと必要な道具とかも概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。普段はこういったライフスタイルですとかインドア生活、商品レビューなんかの動画をアップしてますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。サブチャンネルの相良ゴーチ右側チャンネルでもメインチャンネルでアップしてない商品レビューだったりとかトーク動画アップしてますので、そちらもチェックお願いします。ということで今日は本当に疲れました。またお会いしましょう。バイバイ。